こんにちは、りかこです。今回も顕微鏡で皆さんの身近なあれの違う一面を覗いてみましょう。観察しているものが何か想像しながら楽しんでくださいね。一つ目のあれはこちら。花びらみたいで綺麗ですね。わかりますか？では倍率を変化させてみましょう。ヒントは家庭で最も一般的な砂糖といえば、そうです。正解は上白糖でした。これは上白糖を水に溶かしたものを乾燥させたものでした。室温で自然乾燥させたのですが、拡大すると結晶の一部が花びらのように見えましたね。水に溶かしたと言いましたが、砂糖は水に溶ける量は決まっていて、この水が蒸発すると結晶が出てくるんです。水が蒸発していくと濃度が高くなり、溶けていられなくなった砂糖の結晶が出てくるのです。さて、ここでまた問題です。砂糖は何色でしょうか？白色？そうですよね。いつも見る砂糖は白く見えますよね。でも顕微鏡で見た結晶は白くないですね。実は砂糖の主成分であるショ糖は無色透明なんです。ショ糖の結晶が光を乱反射するから白く見えるのであって、漂白や着色はされていないんですね。雪が白く見えるのも同じ原理です。今度は何でしょう？先ほどの上白糖に似ていますが、これは正解はグラニュー糖でした。砂糖は砂糖でもグラニュー糖だったんですね。グラニュー糖と上白糖の違いはいろいろありますが、粒の大きさが先ほどの上白糖は粒径 0.1mm から 0.2mm、グラニュー糖は 0.2mm から 0.7mm と違いがあります。グラニュー糖は上白糖と比べて粒が大きいんですね。今度はガラス片みたいで綺麗ですね。取りすぎには注意とよく言われます。わかりましたか？正解は塩でした。市販されている塩の結晶の大きさは 0.2 から 0.75mm 程度。中には 1mm を超える大きな結晶もあるそうです。基本的な形は正六面体、サイコロの形です。塩を構成する塩化ナトリウムの塩化物イオンとナトリウムイオンが電気的に結合し、規則正しく交互に並び、このような形になっています。続いてはこちら。塩を見た時と似たような四角が見えますね。黄色い油のようなものも見えます。これはちょっと変わったものを見てみました。ヒントはタイ料理に欠かせない調味料といえば、皆さんわかりましたか？正解はナンプラーでした。ナンプラーの作り方に注目です。ナンプラーはカタクチイワシを塩漬けにして発酵させて作る魚醤です。やっぱり塩が入ってるんですね。本日最後のあれはこちら。とても綺麗な模様ですね。植物の葉みたいです。お刺身にはこれ。ちょっと簡単すぎるヒントですかね。そうですね。正解は醤油でした。これは醤油を乾燥させたものでした。枝のように見えているのは醤油の中の食塩の結晶です。先ほど塩を見た時はサイコロ状でしたが、環境によって様々な形の結晶ができます。また不純物にも結晶の形は影響されます。醤油は塩以外にも大豆や小麦が入っています。これらの影響もあり、このような樹脂状の結晶ができたのでした。顕微鏡で覗く世界、いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？今回は
身の回りの調味料を観察してみました。次回も身近なあれをご紹介しますね。またお会いしましょう。りかこでした。